皆さんこんにちは、うゆです。ご視聴ありがとうございます。本日はスバル WRX-S4 実車レビューインテリア編をお送りします。何卒よろしくお願いします。それでは前回のエクステリア編に引き続きインテリア編ということで内装を詳しく見ていきたいと思います。今や数が少なくなったセダンという形状にスバルのスポーツ性能がたくさん詰まった1台です。グレードだけ見ておきますと、こちらは WRX-S4 の中でも STI スポーツ R のブラックリミテッドという特別仕様車でございまして、 STI スポーツ R と比べて約30万円ほど高いお車でございます。その価格差、特に内装で違いが出てくるんではないかと思いますので、なるだけ詳しくじっくり見ていきましょう。何卒です。インテリア編、まずはトランクから見ていきましょう。オープナーはエンブレムの真下で押すと結構勢いよく開いてくれるので、顔などぶつけないように注意が必要ですね。で、トランクを開いた状態で横から見てみると、このようにかなりコンパクトに開口してくれております。こういった形状もセダンの良さではありますよね。トランクフード裏側には特に取っ手などもついておりませんね。そして荷室内、寸法は奥行きが 1001mm、 幅がホイールハウス間で 1100mm、 高さは 500mm 確保されております。この辺りね、かなり容量大きくて形状もすごく整っていて左右対称なので、荷物を積み込むときはすごく整理しやすいと思います。ただし中は広いんですが、この開口部分ですね、上は大きく広がっているんですが、手前側、真後ろ側は下にすぼんだような形状で、ここの長さはね、だいたい手のひら3枚分ないぐらいなので、60センチから70センチぐらいなのではないでしょうか。荷室棟は少し奥の上側に一つついております。そしてこの手前のえぐり込み、かなり深いです。反対側も同じようにえぐり込まれておりますので、ここを含めると幅も 1500mm 以上ありそうです。そして次は床下収納スペース。ここにはパンク修理キットが入っておりますね。で、その横にもう少し深めの収納スペースがあって、この一番深いところでは手のひらがもうすっぽり入ってしまうぐらいの深さですね。形も四角形ですごく整っております。そしてさらにその奥側、ここには工具類などが入っておりますね。パンタジャッキが入っているところもその上に少し空間がありますので、この辺りも収納として使えるのではないでしょうか。さらにトランクスルー機能もついていて、リアシートは6対4分割で倒れます。シートを倒す際は室内に回り込んで、このレバーを引っ張り上げます。するとこのようにトランクと室内をつなげることができるんですね。ただここシートベルトがね、つながったまんまになっていて、これは根元の方を見ても取り外しができる構造ではないので、シートベルトは残念ながらね、この状態でキープされます。で、これがどうしても邪魔だという人はシートベルトを伸ばしてあげて、でサイドの方に引っ張ってくる。結構長さもしっかり伸びるので、横側まで伸ばしてあげて、どこかにうまく引っ掛けておくことで、このシートベルト問題を解消することができるのではないでしょうか。で、さらにシート戻す際なんですけども、ここのキャッチの部分に一番端のシートベルトは結構すんなり落ちてしまうんですよね。こうなってしまうと、このキャッチとシートに挟まれてしまう恐れがあるので、この辺りシートを起こす際はしっかりと注意してあげた方がいいと思います。リアシートを全て倒すとこのような形ですね。やはりセンターのシートベルトは若干気になります。そして形状こそかなりフラットなんですが、シートとの間に少しだけ段差がありますね。5から10センチないぐらいでしょうかね。それでもスロープ状につながってくれてますね。ここまで荷室を拡大できると、大きなものや長いものでも相当な量が積み込めそうですね。トランク閉める際はハンドルなどは備わっておりませんので、もうトランク自体、ロックの部分を掴むか、
それかあるいは外側を引っ張って締めてあげる必要があります。でやはりボディ触るとね、手についた皮脂とかが特に黒いからは目立ちますので、こういうの結構気になる方は締めるとき注意必要ですね。それでは内装後席から見ていきましょう。はい、後席のドア開口角度は最大で80度近く開いてくれておりますね。かなり広く開いてくれてる方だと思います。なので荷物の出し入れ乗り降りなどもしやすそうです。そしてこちらリアのドアトリム、全体的にダークな印象で質感も高そうです。一番上のショルダー部分は表面が柔らかい素材で巻かれているので体が当たっても痛くないですし、そしてその下カーボン調のパネル、インナードアハンドルはシルバーメッキで、その下にはガンメタリックのガーニッシュも備わっております。さらにその下にはスエード調のドアトリムがついていて、これはブラックリミテッドの専用装備です。心地いい肌触りですね。そして赤いステッチを挟んでその下は合皮素材、この合皮素材がアームレストにも使われております。ドアグリップ部分もその合皮がつながってきてますね。そしてウィンドウスイッチパネル、ここにもメッキのパーツが使われております。ドアポケットは容量が大きく、中はフェルトの素材で覆われております。ではリアシート見ていきましょう。素材がウルトラスエードが使われております。両席ともシートヒーターが標準装備です。このウルトラスエードの素材、非常に肌触りが良くて、座面中央部分には細かい穴の開いたパンチング処理がされておりますね。で背もたれも同様に中央部分がパンチング加工されておりまして、そのままずっと上までつながっております。でヘッドレストや両脇の部分には合皮が使われてますね。クッション性は非常にハードで、腰回りはぐっと前に出ております。座面にもしっかりと張りがあって、スポーティーなシートに仕上がっているんではないでしょうか。そしてセンターにはアームレストもついております。ちゃんと水平にキープされていて、ドリンクホルダーが上に2つついております。それでは乗り込んで足元のスペースから見ていきましょう。フロントシートの位置は一番下まで下げた状態で、つま先が入るかなぐらいのスペースですね。そして座面なんですが、膝裏がちょっとだけ隙間があるかなという感じですが、この非常に張りのあるスポーティーなシートが腰回りからお尻をしっかりと支えてくれておりますので、なんかこう座っていて疲れにくそうな座り心地という印象ですね。で膝周りも特に言うことなく非常に広いです。シートも前方にちゃんと逃がすような形状に作られているので、この辺り広さ的には全く問題ないでしょうね。それでは頭上のスペースを見ていきましょう。シートの背もたれもしっかり体を支えてくれておりまして、ヘッドレスト自体も結構固めです。頭の上には手のひら2枚分ぐらいのスペースが空いております。やはりこの辺りはセダンらしく、ルーフは後方に向かって垂れ下がっておりますので、ウィンドウも同様に後方に向かってすぼんだような形状をしております。ウィンドウはオート機能がついているのでワンタッチで全開にすることができますし、このウィンドウは閉まる際と全開になる際に直前で減速して動いてくれるんですね。全開状態でウィンドウも残りません。セダンらしい包まれ感もあって落ち着けますね。センターコンソール後方にはエアコンの吹き出し口がリア用に左右一つずつついておりまして、でその下にはシートヒーターのスイッチ2段階調整で左右それぞれついております。そのスイッチの真ん中には USB のタイプ A とタイプ C が一つずつチャージング用のポートがついてますね。センタートンネルはボコッと盛り上がっておりますので、5人乗車ですとこの辺りはかなりスペース的には厳しいと思います。あくまで4人プラス1と考えてもらった方がいいと思います。シートバックにはポケットが左右それぞれついております。ルーフ側にはルームランプ、白色 LED で左右それぞれ独立して点灯することができます。ドアオープン時のオンオフスイッチもついてますね。
で降りる際なんですけども、足元がね少しこのドアが内側に出っ張っているのでちょっとだけ気になりますかね。ただシートは後ろ側に結構逃げてくれているので乗り降りしやすい工夫はされておりますね。このような WRX の後席でした。それではフロントシートを見ていきましょう。まずはドアトリムですね。雰囲気や素材はもうほぼリアとも同様ですね。こちらの上の部分は表面がソフトな素材で覆われております。いいですね。そしてスウェード調のドアトリムと、その前方にはカーボン調のパネル、メッキのインナードアハンドル、ガンメタリックのガーニッシュは前方までぐるっと回り込んでいて、シートメモリーのスイッチもこの前側についております。ウィンドウスイッチ周りもシルバーのパーツがいいアクセントになっておりまして、アームレストやセンター部分は合皮が使われております。この赤いステッチも WRX らしくてスポーティーでクールな印象です。でそのアームレストの下、この辺りが樹脂パーツですね。あとこことその下も全て樹脂パーツです。ドアポケットもリアと同様に容量が大きく、中はフェルトで覆われております。さらにこちらハーマンカードンサウンドシステムがこちらの車両は標準装備されておりますので、音質にこだわりたい方も文句なしです。それではこちらがブラックリミテッドの一番の魅力と言っていいのではないでしょうか。レカロのフロントシートがついております。素材はウルトラスウェードで、両席とも 8way のパワーシートでシートヒーターもついております。非常に立体的でスポーティーなシートです。表面はリアとも同様に座面と背もたれ中央部分がパンチング処理がされておりまして、さらに背もたれ中央部分にはレカロという文字がシルバーのステッチで刺繍されております。この周辺の合皮の素材がヘッドレストともつながるような形で、ヘッドレスト中央部分には STI というエンボス加工がされております。シート側面には赤いステッチもあって、クッション性はかなり、ヘッドレスト自体も硬いですね。その他背もたれなども非常に張りがあって、もちろんサポートもかなりごつくて体をがっちりとホールドしてくれそうです。腰回りもぐっと前に出ていて、座面なども表面はウルトラスウェードで優しいタッチなんですが、しっかりとかなりハードめなクッション性のシートです。お尻周りのサポートなんですが、この辺りがえぐり込まれているので、乗り降りする時などもこれがあるおかげでサイドのサポートがさほど気にならずに乗り降りすることができるようになってます。ちゃんとスポーツ性だけではなく快適性も両立されているんですね。それでは乗り込みまして電源を入れていきましょう。スバルのロゴが浮かび上がってメーターの針が一周ぐるっと回って立ち上がります。そのメーターは 12.3 インチのフル液晶メーターで STI 専用のレッドリングなどもついてます。ステアリングの左下にあるスイッチでメーターの液晶を切り替えることが可能です。この中央のスイッチですね。全体的に地図のモードや、こちらは運転支援のモード。運転支援をオンにするとメーター上に WRX が表示されまして、この画面が灯火類、ブレーキランプとウインカーに対応しておりますので、運転支援を使っている時に気になる、特にブレーキランプ、後続車にちゃんとブレーキランプが光ってるかどうかなどもこの画面から確認することができます。さらにこの上下のスイッチでメーター上のインフォメーションディスプレイを操作できます。こちらのインフォメーションや運転支援中の灯火類の表示などは、この地図モードや通常のメーターモードなどでも全てどの画面でも同じように確認することができます。そして右側のステアリングスイッチが運転支援の操作スイッチ。スバルといえばこのアイサイトテクノロジーですよね。非常に充実した運転支援と事故防止機能が揃っていて、さらにそこにアイサイト X が搭載されて、渋滞時のハンズオフアシストや道路状況を見て減速してくれる機能もついております。運転支援の下にあるのはドライブモードを切り替えるスイッチがありまして、こちらを押すことによって
コンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラス、インディビジュアル5つのモードを選べます。それぞれパワーユニット、ステアリング、サスペンション、4駆システム、アイサイト、エアコンとかなり本格的に細かく設定することができます。そのドライブモードはメーター上でも確認することができます。ステアリングにはパドルシフトがついております。ですがこのパドルシフトは全て樹脂製で、感触も結構ソフトで可動域もそれほど大きくはないですね。ウインカーレバーは押し込んでキープされるものですね。ワンタッチ点滅機能は今切られておりますが、設定で3回点滅機能もオンにすることができます。ステアリングは本革巻きで、グリップ感はかなり太めのゴツッとしたステアリングです。このあたりも非常にスポーティーですね。ステアリングの位置調整は上下前後に広範囲に調整できるチルト&テレスコピック機構がついていて、さらにこの前後の可動域はすごく大きく調整できるような気がしますね。スポーク部分には STI という文字も入っております。足元のペダルはアルミパッド付きのスポーツペダルで、今青いのはこの保護フィルムの色なので、全てシルバーのアルミペダルですね。センターには 11.6 インチのセンターディスプレイ、スバル特有の縦画面のもので、Apple CarPlay や Android Auto にも対応しておりまして、ナビの機能なども全て標準で搭載されます。スバルはこの縦画面を長年使ってきておりますけど、スマホやタブレットなどのように結構身近にあって馴染みやすいようなインターフェースですよね。だからこそもう少しレスポンスが良くなればいいなと思う今日この頃です。画面の下の方にはショートカットもついておりますので、このあたりワンタッチでオートビークルホールド機能もオンオフできますし、スマホの連携やナビ画面、その横はパーソナル設定ですかね。このあたりワンタッチで全て画面を切り替えられます。車両設定などもここからワンタッチで入れるので、車の細かい設定なども全てこの画面で行うことができます。先ほどのドライブモードセレクトもここに入っておりますね。機能はすごく豊富にあるということですね。そしてエアコンのスイッチパネルは全てこのモニターに埋め込まれております。物理スイッチがかなり少なくなって、ナビ周りはすっきりするんですが、あまり直感的ではないですよね。ただしエアコンはもうオートに入れておけば、温度調整のスイッチは外側に物理スイッチがついておりますので、もう大まかな設定はこの温度調整だけで十分なのではないでしょうか。でさらにシートヒーターのスイッチもこのモニター内で操作するんですね。3段階調整のシートヒーターが左右それぞれあります。そのディスプレイの下側、小物置きスペースがあって、その上に USB の Type-C、Type-A、さらにイヤホンジャックと、手前側にはシガーソケットタイプの DC12V 電源。シフトレバーは機械式のシフトレバーで、これリバースに入れますと、先ほどのディスプレイに非常に広角なバックモニターとパノラマモニター、さらにクリアランスソナーも表示されております。このクリアランスソナーはブレーキランプもここ連動しているんですね。シフトレバーの横側にビュースイッチがあるので、起動するとカメラの画像を合成して俯瞰視点で車両の周囲を確認できる画面が立ち上がります。シフトレバー後ろ側に電動のパーキングブレーキスイッチ。もう物理のボタンはパーキングブレーキとこのカメラのビュースイッチしかありません。このあたり非常に難しいところですが、せっかくのスポーツカーなのでもっとゴテゴテしたスイッチが並んでいても良かったんじゃないかなと思ってしまいます。ボトルホルダーが横並びに2つありまして、その後ろ側ですね、小さめの収納スペースがここにもついてます。鍵が2つ入るぐらいの大きさです。そしてセンターコンソールボックス。コンソールボックスの深さは手のひら1枚が入らないぐらいの深さですね。それほど広くはないです。蓋を閉じるとアームレストは合皮巻きで、赤いステッチもサイドに入っております。ではグローブボックス。ここはあまり広くないですね。もう車検証などを入れるとかなりスペースはなくなってしまうでしょうね。助手席の前にはガンメタリックのガーニッシュが
ドアパネルともつながるようなデザインをしていて、その隙間にアンビエントライトも発光しておりますね。こういったおしゃれな雰囲気も忘れておりません。そしてその上部はこちらもドアトリムと同様にスウェード調の素材が使われております。すごく肌触りいいですね。運転席右側も各種スイッチ類がついていて、その上にアンビエントライトも短いですが備わってます。インストルメントパネル上部はこちらのメーターフードとナビのフードは樹脂パネルで、この奥側、ここはラバーのような素材がぐるっと奥を通って助手席側までつながっております。なのでここはちょっとソフトな感触です。ルームミラーは自動防減のルームミラーです。デジタルインナーミラーではないんですね。その上にはルームランプが白色 LED で発光しております。サンバイザー内側には、バニティミラー、ランプも正面についております。助手席側にもバニティミラーとランプがついてます。このサンバイザーも表面はソフトな素材で覆われているので質感悪くないです。そしてルーフは全てブラックでスポーティーに引き締まった印象ですね。で、後方視界、後ろのガラスの角度が結構寝ていて、高さはあまりないですね。さらにそれに合わせてリアウィンドウも後ろに向かって幅が小さくなる形状ですので、ものすごく見晴らしがいいわけではありません。後ろ側のピラーもしっかりと太めなので、この辺りの視覚は少し気をつけた方がいいかもしれませんね。WRX-S4 のインテリア全体的には全て直線的なデザインで角張った堅牢な雰囲気で統一されておりますね。そしてこのブラックリミテッドのいいところは、シートがウルトラスウェードで、それに合わせて内装のパネルも一部スウェード調の素材が使われているのが非常にスポーティーでとてもかっこいいですね。さらにそれだけではなくて、アンビエントライトやシルバーやメッキのパーツも散りばめられていて、スポーティーでありながら日常使いでも満足のできる質感デザインに仕上がっているのではないでしょうか。さらにそこにスバルのアイサイトをはじめとする先進的な運転支援機能などもついておりますので、スポーツ走行、長距離ドライブ、日常運転などもより快適により安全に過ごすことができるのではないでしょうか。こちらが WRX のインテリアでした。いかがでしたでしょうか。スバル WRX-S4、 スバルのスポーツ性を存分に詰め込んだ1台で、それをセダンというスタイリングで楽しめるのもとても魅力的です。皆様のご意見もコメントにてお待ちしておりますので、ついでにチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると大変嬉しく思います。このように車の魅力をできるだけ皆様に発信して、見ていただいた方のカーライフがより良くなるようなチャンネルにしていきたいと思っております。またカーライフサポートサービスとしてお車の売買がより効率的にしていただけるようなトゥカムダイレクトオークションというのをしております。車買うだけ売るだけでも結構ですので、ご興味のある方はぜひ公式 LINE にてお気軽にご相談ください。それでは本日の動画は以上です。皆様のコメントやグッドボタン非常に励みになっております。ありがとうございます。また次回の動画も何卒よろしくお願いします。